頼む。金を貸してくれ。縁を切ったはずの息子夫婦が遠路はるばるやってきたと思ったら、なんてことはない。金の無心だった。いいわ。いくら必要なの？5000万。いや、6000万あれば。わかったわ。6000万振り込みます。喜んで帰っていく二人の後ろ姿に、私はこっそり舌を出した。私は佐々木恵美子。私は田舎の貧乏農家の生まれで、中学を卒業するとすぐに働きに出た。都内の大きな料亭で住み込みの店員だった。最初は雑用から始まり、少しずつお客への配膳を任されるようになった。そんな時に同じような境遇で板前の修行をしていた佐々木義雄さんと出会い、年が近いこともあって仲良くなり、お付き合いを始め、やがて結婚した。義雄さんが一人前になったら、二人で店を持ちたいと夢を持ち、二人で頑張って仕事をした。やがて小さいながらも店を持つことができ、息子も生まれてささやかな幸せを味わうことができた。息子は真面目に勉強して大学を出て、そこそこ有名な会社に入ることができた。息子も独立し、二人でまた静かに暮らそうと思った矢先に、夫が病気で亡くなってしまった。私は店を売り、中古のアパートに引っ越して、年金を受給できる年齢になっていたので、それと店を売ったお金を頼りに、静かに暮らすことにした。しかし、もともと貧乏症なのか、仕事をしないというのに耐えられず、暇つぶしに近所のスーパーのお惣菜作りのパートに出ていた。そんな時に、息子の結婚の話が転がり込んできた。母さん、俺結婚しようかと思うんだ。といきなりの電話で驚いた。結婚するの？彼女いない歴がそのまま年齢のお前が？ちょっとひどいな。まあ、そういうことになった。お相手はどんな方なの？取引先の会社で担当の人なんだ。それで知り合って、お付き合いを始めて、この前プロポーズして OK もらったんだよ。まあ、それはおめでとうと言っておくわ。でもどんな人なの？あんたはおとなしいからちょっと心配だわ。確かにちょっと気は強いけど、僕をリードしてくれそうで安心できるんだ。今度挨拶に行くから会ってくれよ。まあ、お前が惚れているなら反対はしないけど、気が強いって大丈夫かい？気が強いって言っても、そんなに怖い人じゃないよ。とにかく挨拶に来るということで、ちょっと不安なまま会うことになった。母さん、この人が三崎ゆきなさん。今お付き合いしている人なんだ。ゆきなさん、こちらが俺の母だよ。はじめまして、まさるの母の恵美子です。ちょっと頼りない息子で申し訳ないけど、よろしくお願いしますね。にっこりと笑いながら話しかけたが、ゆきなさんは家の中をじろじろと見回しながら、はじめましてお母さん、三崎ゆきなと申します。よろしくお願いしますね。と名乗った。なるほど、気の強そうな人だわ。ちょっと化粧が濃く、それに服装やバッグも高級そうで、ちょっと付き合いが難しそうに感じたのが正直なところだ。ささ、中にお入りなさい。居間に案内をしてからも、ゆきなさんはにこりともしないまま。周りをキョロキョロ見て、失礼ですが、お母さんはお一人と聞きましたが。ああ、旦那はもう亡くなっているの。今は年金とパートで暮らしているわ。そうですか。割と質素な生活なんですね。マサルさんから仕送りとかは受けていないのですか？お金は自分のために使ってほしいから援助は受けていませんよ。
まあ、元気なうちは大丈夫だから。まあ、ずけずけと聞いてくる人だわ。ご立派ですね。ちくりちくりと嫌味を言ってくるわね。こりゃあ同居なんてできそうもないわ。そして話が結婚式のことになると、私、結婚式は妥協したくないんです。女性にとっては一生に一度の晴れ舞台。マサルさんには無理しても私の希望を叶えてほしいと思っています。あらま、なんとなく火薬の匂いがしてきたわ。この人でいいのかね、マサル。まあ、相手の願いを叶えるのも男の解消だし、できるだけユキナの希望を聞くつもりだよ。ちょっと得意そうな顔のマサル。ダメだこりゃ。うちの子完全に舞い上がっているわ。まあ、二人のことだから私が口出しすることじゃないしね。だけどお金はいろいろかかるからちゃんと計画して使いなさい。ああ、ちゃんと考えているよ。その後はたわいもない話をして二人は帰った。大丈夫かね。まあ私らと時代は違うから年寄りが口出すものでもないし。二人を見送りながらちょっと不安な気持ちが残った。その後話は順調に進み、結婚に向けての準備が進んでいった。そんな時にマサルが一人でやってきた。どうしたの？いきなり来るなんて。ああ、ちょっと相談したいことがあってね。何やら暗い顔でボソボソと話す。実は、先日結婚式の打ち合わせに行ってきたんだけど、ユキナが結婚式の費用は男が出すものって言い出して。まあ、あの子なら言いそうなセリフだ。それをお前は了解したってわけかい？いや、二人で話し合ったけど、女にとって結婚式は一生に一度の晴れ舞台なの。あなたは愛する女性を輝かせたいと思わないのって全然話を聞かないんだよ。それじゃあ予算はどうなの？こんな状態なんで、助けてほしいんだ。助ける？仕方ないだろ。彼女が言うんだ。結婚式の費用は夫側が全て払うものって。ずいぶん無茶な言い分だね。そんな人を嫁にして大丈夫なのかい？そんなことより頼むよ母さん。それでいくら必要なんだい？だいたい400万くらい。400万？ああ、400万だ。ちょっと多すぎじゃないの？それは分かっているけど、なんとか頼むよ。現在の私の貯金は店を売った時の残りがあるので、なんとか払うことができるのだが、まさかこういう使い方になるとは想像もしていなかった。しかし、息子のためだと考えれば仕方ない。私は息子の願いを聞き入れた。あと、母さん、俺がここに来たことはユキナに黙っててくれないかな。結婚費用も出せない解消なしだと思われたくないんだ。頼む。これでは先が思いやられると思ったが、一人息子の頼みだ。私は費用については聞いていないことにすると約束した。そしてド派手な結婚式も無事に終わり、ハワイへの新婚旅行を終えて、お土産を持って二人が私のアパートを訪ねてきた。ありきたりのチョコレートをもらい、後でパート先に持って行ってみんなで食べようかなんて思っていたら、ユキナさんからとんでもないことを言われてしまった。お母さん、私は結婚して佐々木ユキナとなりました。つまりこのマサルさんと新しい家族を作ったのです。ああ、そうなるね。なので今までとは別の家族になることはお分かりですよね。まあ、そうなるね。なので縁を切りたいんです。は？つまり
今後は私たちの家族を頼らないでほしいんです。マサルもそう思っているのかい？ああ、育ててもらった恩には感謝するけど、これからは別の家族だし、お互いに頼らずに暮らしたい。だから縁を切りたいんだ。この先当てにされても困るし。そんな。結婚費用で散々頼っておいて、なんて言い草だ。よっぽど費用の出所をばらしてやろうかと思ったが、約束は約束。喉まで出た言葉をぐっと飲み込む。ということで、お母さんのアパートに来るのも今日が最後です。今までありがとうございました。それでは失礼しますね。唖然としてしまった私を置いて、二人はそそくさと帰ってしまった。最近の若い子は、こういうものなのかね。窓から見える夕日を眺めながら寂しさが募ってきた。パート先の友人に話すと、くよくよすんな。こうなりゃみんなで卒業旅行に行こう。卒業？そう、息子さんからの卒業。恵美子さんはこれから新しい人生を歩むのよ。そういうことね。そうだね。温泉入って美味しいもの食べてすっきりしちゃいましょうか。お互い時間には余裕がある。休みを合わせて仲のいいパート仲間と3人で近場の温泉に一泊で出かけた。楽しい仲間に囲まれて私は少し元気を取り戻すことができた。この旅行がきっかけでパート仲間とのつながりが強くなり、仕事先では賑やかなばあさんたちということでかしまし娘と言われるようになった。しかしかしまし娘なんて若い人にわかるわけもなく、かしまし娘？かしまし？かしまし？アントラーズのチアガールですか？なんて言われる。そんな時、いとこに孫ができたと知らせが入った。いとこは私と一つ違いで、昔は姉妹のように過ごしていた。私には孫ができても会えることはないだろう。ちょっと寂しい思いがあったが、しばらくしていとこの息子の仕事が転勤となり、近所に引っ越してくることになった。いとこからは、私は遠くて面倒を見れないから代わりによろしくねと言われた。早速、息子さんの家を訪ねてみると、恵美子おばさん、お久しぶりと歓迎してくれた。新居は 2DK のマンションで、若い夫婦と小さい子供には十分な広さだった。そして子育てに関していろいろとアドバイスしたりして、おばあちゃんらしさを発揮した。人生の先輩としてこれからもいろいろ教えてくださいね。なんて頼りにされてしまった。正直ちょっと嬉しかった。赤ちゃんも人見知りせず、私にもニコニコした笑顔を見せてくれた。マサルからは全く連絡が来なくなってしまったが、このいとこの息子さんたちのおかげでおばあちゃん気分を味わうことができるようになった。そんな暮らしを続けていたが、ある日、かしまし娘の中では長女の歌え姉さんにあたる一番年上の田所みさえさんから相談を受けた。ねえねえ、恵美子さん、ちょっと相談に乗ってくれない？あら、みさえさんどうしたの？実はね、うちの息子のことなんだけど。ああ、幸代さんだっけ？なんか海外に赴任しているって言ってたわね。そう、ベトナムよ。南のホーチミンっていうところ。私たちにはサイゴンっていう方がわかりやすいわね。ベトナムなのね。暑いところよね。それで息子さんがどうしたの？詳しく聞いてみると、息子さんはベトナムの工場に出向しているのだが、その工場は結構田舎で、食事が合わない人も多く、日本料理が恋しくて仕方がないとか。用意される食事では日本料理があるわけもなく、モチベーションが下がってしまって困ったとのこと。へえ、
海外勤務も大変なんだね。そうなのよ。時々日本から食材を持ってくると、もう奪い合いになるんだって。あらまあ、払い事じゃないわね。でしょ？それでね、日本料理を作れる人を探しているんだけど、やっぱり現地じゃいなくてね。うんうん。で、どうしたの？それがね、私に来てくれないかって。ミサイさん、ベトナムに行っちゃうの？まだわからないけどね。それに私一人じゃ心細いし。まさか、まさかよ。恵美子さん、一緒に行かない？ベトナム。ベトナムといえばすぐに思い浮かぶバイクの洪水のような渋滞の風景が浮かんできた。ベトナムに私も？どうかしら。ちょっと待ってよ。いきなりそんなこと言われても。もう私は決めているんだけどね。ベトナムなら日本より物価も安いし、年金だけでも結構楽な暮らしができるんじゃない？それに住むところも用意してくれるっていうし、暑い国だから着るものもそんなにいらないしね。珍しい果物がいっぱいあるらしいし。いつもポジティブな性格のミサエさんが羨ましい。ちょっと考えさせてよ。いきなりですぐに返事はできないわ。そう言って別れた後、自宅に戻り、ちょっとベトナムのことを調べてみた。私たちの世代では子供の頃にベトナム戦争があって大変そうだったなぁなんてことくらいしか覚えていない。あとはマサルが買った水曜どうでしょうの原付ベトナム縦断 1800km の DVD があったことを思い出して見始めたが、面白くて最後まで一気に見てしまった。まあネットで調べると若い人が多くてエネルギッシュな国だと思えた。ベトナムね。なんか面白そうだわ。このまま古いボロアパートで暮らすより言葉も文化も異なる異国での生活をする方が楽しいかも。不安よりも興味が増してきた。明日ミサエさんにもう少し詳しい話を聞いてみようかな。そんなことを考えながら私は眠りについた。翌日、パートはお休みだったが、ミサエさんとランチがてら詳しい話をした。息子さんの会社で住むところは用意してくれるそうで、もちろんそれなりにお給料もいただける。どうかしら。私も最初はびっくりしたけど、よく考えてみたら結構楽しみになってきたわ。そうね。まさかこの年になって海外に住めるなんてね、思いもよらなかったわ。そうそう。自分の人生なんだし、一度きりの人生だから楽しい時間を増やそうよ。なんか不安がある？だって言葉も通じないし、文化も違う国へ行くんだよ。不安にならない方がおかしいでしょう。そんなのなんとかなるわよ。私は今までもそうやって生きてきたから。そのポジティブさが羨ましいわ。そんなもんでしょ？悩んだら行動するの。止まっていたら何も変わらないわよ。なるほど。そうだね。動かないと変わらないもんね。すると、ミサエさんが怪しげな手振りを始めて、ほら、だんだんベトナムに行きたくなってきた。もう、降参、ミサエさんの勝ちよ。決めた。私も一緒にベトナムに行くわ。本当？よかった。実は私も不安だったのよ。恵美子さんが一緒なら安心だわ。何よ、自分だって不安だったの？まあ、そこは置いといて。そうと決まれば、ちょっと早い時間だけど、居酒屋で2人の壮行会と行きますか？そうね、いいわ。ベトナムの話をもっと聞かせてほしいわ。
なんか悪徳キャッチセールスに捕まったような気もしたが、少なくとも胸のつかえが取れたようなすっきり感があった。一瞬マサルの顔が浮かんだが、今は絶縁しているのだからどうでもいいわ。そしてあれよあれよという間に話が進み、私はミサエさんとベトナムに向かった。私たちの時代は新婚旅行も熱海が最盛期。実は初めての海外でかなり緊張した。今回乗るのはベトナム航空の飛行機。青い機体が綺麗な飛行機が想像よりも大きいのにびっくりした。ミサエさんに聞いたらジャンボジェットと言っていたが、後で調べたらボーイング787だった。ベトナムは社会主義国だからちょっと怖いかなと思いながら機内に入ったが、青材姿の CA さんがニコニコ出迎えてくれてびっくりした。ミサエさんに、私たちも青材着てみたいね、と話すと、いいよね。でも二人ともダイエットしないといけないわよ。なんて笑っていた。想像よりも快適な空の旅を楽しみ、ホーチミンの空港に着き、迎えの車に乗り込んだ。初めての右側通行に違和感を感じながら、名物のバイクの洪水を見て、口があんぐりとしてしまった。やがて都会を抜けて田舎に入ると、水田が広がり、のどかな風景となった。なんか日本みたいな風景ね。でも、ほらあそこ、牛がいるわ。大きな角があって。水牛なのね。そう、風景は似ているが、もうここはベトナムなのだ。しばらく走ると工場に着き、幸代さんが私たちを紹介してくれた。ベトナムの人がぞろぞろと集まってきた。想像通り若い人が多くて、私たちを見てキャッキャしている姿はまるで高校生みたいだった。なんかパンダの気分ね。ミサエさんがこそっと話してくる。ベトナムの人から見たらそうかもね。まあ、もうベトナムに来ちゃったんだからやるしかないと気合を入れた。翌日からは通訳の人と一緒に買い出しに出かけ、市場での値切り方を教わったり、現地の料理を食べたりして楽しんだ。私たちの料理はありきたりの家庭料理だが、かえって落ち着くし、食べ飽きないとみんなが喜んでくれた。最初は工場の日本人向けに作っていたが、美味しいと評判になり、工場の食堂で食べさせろと騒ぎになった。試しにカレーを出したら思いのほか好評だった。息子さんに聞いてみると、この辺は田舎でろくな飯屋がないからね。母さんと恵美子さんの料理は美味しいし、本物の日本料理だから評判いいんだ。いっそ場所を提供するからお店を始めてみれば？経理とか税金とか細かいことはうちの会社が面倒見るから。なんて言い出した。確かに結構暇な時間はあるし、パートでお惣菜を作っていたので、それなりのものを作る自信もあった。食材はホーチミンに出かける社員にお願いして、日本食材を扱っている店で買ってきてもらえる。やっちゃう、恵美子さん。またも、ミサエさんの前向き発言でお店を出すことが決まってしまった。お店はテイクアウトのお弁当屋とした。こっちは鶏肉が人気なので、和風の焼き鳥丼と唐揚げ丼がメインだ。焼き鳥は和風のタレで炭火でじっくり焼き上げ、唐揚げはニンニクをたっぷり効かせている。余ったタレで焼きおにぎりも作ってみた。そして半信半疑で売り出してみると、なんと大好評で作るのが追いつかないほどになった。もう二人では手に負えず、現地の若い人を雇い、頑張っていると、噂を聞いた近場の工業団地からこっちにも店を出してくれと言われて、今では支店が4つになるほど繁盛していた。そんな時、工場の幸代さんから連絡が入った。私に会いたいと日本からお客様が来ているという。
私に日本から？誰かしら？はあ、息子さん？マサルさんと奥さんのユキエさんと名乗っていますが。マサル？ああ、絶縁したっていう息子さんだっけ？とミサエさん。ええ、確かに知っているけど、まあいいわ。ちょっと応接室を借りますね。はい、じゃあ案内しておきます。まあ断ってもらってもよかったが、ベトナムまで来るなんて、ちゃんとしないと幸代さんたちにも迷惑がかかりそうだから仕方なく会うことにした。お待たせしました。さて、どちら様でしたっけ？母さん、俺だよ、俺。やだ、オレオレ詐欺かしら。私には子供はおりませんのよ。忘れたのかい？息子のマサルだよ。お母様、ユキナです。ご無沙汰しております。あら？そんなのいたかしら？母さん、いつの間にベトナムに来たんだ？アパートに行ったらいないし、パート先の人に聞いて、やっとベトナムにいるって分かったんだ。いやね、ストーカーみたいだわ。お母様。私はこの知らない女性から絶縁宣言されたんですけど、お忘れかしら？いや、その件は謝るから、今は助けてほしいんだ。はあ？頼られると困ると言って、絶縁しますと言ったのはそっちでしょ？だから謝る。この通りだ。実は。どうやらユキナさんが資産運用に手を出して FX を始めたが、素人がうまくいくわけもなく、家を買うための貯金をすべて溶かしてしまい、取り返そうとして、怪しい金融会社からお金を借りて、さらに失敗して、大きな借金ができてしまったとか。そこで私に相談しようと思ったら、なんとベトナムで仕事が成功して結構な資産を持っていることが分かった。そこで日本から一番安いツアーを利用してベトナムまでやってきたというわけだった。頼むよ。もう頼れるのは母さんしかいないんだ。そうなんです。私の失敗で申し訳ありませんが、なんとかご援助していただきたいんです。いい気なものね。恥ずかしくないのかしら。ねえ、ユキナさんとやら。ユキナさんは顔を真っ赤にして黙り込んでしまった。本当に私に申し訳ないと思っているのかしら。口だけじゃなくて態度で示してほしいわね。そう言うと二人はひそひそ話していると思ったらいきなり土下座を始めた。母さん、この通りだ。なんとか助けてくれ。お母様、今までのご無礼は大変申し訳ありませんでした。この通りです。なんとか助けてください。やれやれだ。そこまでできるのなら、まあいいわ。援助してあげるわ。ありがとう母さん。ありがとうございます、お母様。ユキナさんは涙と鼻水で化粧が崩れてひどい顔だ。それで、いくらくらい必要なの？そうだな。5000万。いや、6000万あれば。私は大きくため息をついて、まったく。わかりました。後で口座に振り込むから教えなさい。そう言うと、二人は喜んで帰っていった。その夜、ミサエさんと二人、お店の儲けで新しく作った邸宅のテラスでハンモックに揺られてトロピカルジュースを楽しんでいた。やっぱり恵美子さんも人の親なのね。あら、当然よ。私は慈悲深いのよ。でも、私はなんとなく分かっちゃった。やっぱり？いいのよ。絶縁って言ったのは向こうだし、少しは痛い目に遭わせたいわよね。数日後、日本から電話が来た。相手はマサルだった。おや、思ったより早かったわね。そう思いつつ電話に出る。母さん、約束が違うぞ。
何よいきなり。そんな大きな声出さなくても聞こえているわ。だって、銀行に振り込まれたのは6000万じゃなくて40万もなかったんだぞ。俺のことを騙したな。やだわ。騙すなんて人聞きの悪い。じゃあ、どうして約束通りに振り込んでくれなかったんだ。まあ、頭に血が上ってカンカンになってますわ。私はちゃんと振り込みましたよ、6000万。嘘じゃないか。いいえ、ちゃんと振り込んでます。6000万、ドン。はドンってなんだよ。ドンはベトナムのお金よ。だから6000万ドンを振り込んだわ。日本のお金だと、あら、40万いかないわね。そう、私はマサルの口座に6000万ドン分を振り込んだ。円に換算すると、現在1円が165ドンくらいになるので、6000万ドンは39万ちょっとくらいになる。騙したな。あら、ひどいわ。ちゃんと約束通りの6000万分よ。騙してなんかないでしょ。ちくしょう。では、これで本当にさよならね。バイバイ。そこへミサエさんが入ってきた。どう？終わったの？作戦通りにね。それじゃあ乾杯しましょうか。いいワインをいただいたの。よく冷えているわ。ミサエさんは、ねえ、また支店を出さないかって話が来てるんだけど。もういいわ。別に金儲けしたくて始めたわけじゃないし、これくらいの暮らしができれば十分だわ。そうね。だいたい失敗するのは欲に目がくらんだ時だもんね。そうそう。だからほどほどにしましょう。そう言ってもう一度乾杯した。その後、昔のパート仲間から連絡をもらった。どうやらマサルは夜逃げしようとしたところを借金取りに捕まり、何やら東北の工事現場に送られたとか、奥さんのゆきなさんはどこかの夜のお店で働かされているそうだ。まあ、絶縁された私にはもう関係ない話だ。時々こうやって美味しいワインを楽しみ、ちょっと優雅な生活。私はこれくらいで十分だなぁと感じていた。